こんにちは、ヨムギャオ仲間です。今日はですね、南京ガンナの作り方の方をやりたいと思います。で、これ前作ったもので、リサイクルショップで買ってきた、刃がついています。刃で作りました。で、今回、この菓子の角材と、常三郎さんで刃だけ買わせていただいたもの、5年ぐらい前のかなに買わせていただいたもので、幅が30で長さが4センチぐらいですね。で、出丸の四方すり用の刃だったものを、自分で削って平にしている感じです。だからちょっと刃がこんな感じになってますけど、はい、というものです。で、これを使って南京ガンナの方を作っていきたいと思います。ではですね、この南京ガンナの墨付けの方をしていくんですが、基本データとしてカンナの基本寸法の方を解説したいと思います。これ寸八のデータなんですけども、まずこの6対4っていうところが、刃が台の全長に対して6対4のところに刃がこう刺さってくるというような場所に来ます。あと決まり物が、この65度っていう部分と71度っていう部分。この65度っていうのがこのカンナくず出るところの角度ですね。で71度っていうのが、こっぱ返しの刃口のところの角度が71度となっています。であと研ぎ角度、仕込み勾配、右が角度っていうこの3つですね。この3つはもう相互に関係していて、もうここの部分の話ってめちゃくちゃ専門的で、機械工学とか多分その辺の専門的な話になると思います。一般値として、こういうふうにすべきというデータが出てるので、それをもとに僕もやっています。軟材の杉が軟材かどうかっていうのは微妙なところなんですけども、軟材というより桐とか杉って言われているものが6.5から8分、6.5から 7.5 で研ぎ角度が25から27度ぐらいです。で中軟材と言ってる松とかヒノキですねっていうのが8分で、基本的にカンナ大体8分で仕込んであると思います。一般市販でしているようなものは。で研ぎ角度が27から29度で、型材ですね、奈良とか欅とかああいうものを削るものは 8.5 分から9分くらい、どんどん硬くなればなるほど、カンナの刃がこう急になっていくっていう話ですね。柔らかいものは鋭利に入っていかないといけないし、硬いものは耐久性も求められるので、これが起きてくるというような感じです。この仕込み勾配が決まると、必要な逃げ角度が11度っていうのがあるので、それによって研ぎ角度が決まるみたいな、そういうような関係性で決まっているそうです。というのが、この一般値をもとに、作っていきたいと思います。南京ガンナに関してはこういうふうに R がついてるので、材料当たっていくとこういうふうにこう平面で当たるので、こういうふうに起きた形で削れていくので、普通の肩の寸法で勾配で仕込んじゃうと角度が急になりすぎるですね。なので、8分、松とか削るような8分で仕込んで、斜めに当たってちょうどいいぐらいみたいな感じになるかなというので、今回8分で、仕込みたいと思います。はい、では墨付けの方をしていきます。普通のカンナであれば横に勾配の線を引いてこっち側に振っていくという形で墨付けの方をするんですけども、南京ガンナ長いので、それができないというかすごくやりづらいです。なので、原寸図を書いて、でそこから寸法を取って書いていくということをやります。なのでまずここにカンナの断面図ですねの原寸を書きます。まず基準の線1本を書きます。はい。で、これが厚みが Y 度が 34.5、こっちが 34.5 で厚みが、20ミリになっています。なのでまず厚みの20ミリ。で
で34ですね。44.5 ですね。はい。でこれで原寸が書けました。この断面積ですね。これがこういう風になります。でこれの断面積です。で次に必要な勾配の寸法を書きます。このまっすぐを使って書きます。まず8分勾配がこっち側が10いってこっちが8の寸法になります。でこれが8分勾配ですね。はい。数字で言うと38.41とかでしたね。はい、いいですね。はい。で、次に65度、カンナくずが出るところの65度と、コッパ返しの71度取ります。はい。で、この3つが使う勾配です。で、これをまず8分勾配を取ります。ここに取るんですが、どの辺にするかですね。真ん中ぐらい、真ん中よりちょっと前ぐらいの場所に取りますか。ここにしますか。この角、ここの角と、ですね、角の角が刃のここに来る、こういうような場所にしたいと思います。こういう感じになるところですね。はい。そこに勾配を持ってきます。はい。で次にこの刃の厚みの墨ですねを引きます。で、次は71度、コッパ返しの71度を取ります。はい。でこれが、さっきの8分勾配の角のところですね。です。はい。これがコッパ返しの隅になります。でここからこういうふうに65度で上がっていきます。下場から3ミリ上がった場所とこのコッパ返しの交わるところを基準にします。でこれが65度の隅ですを書きました。これで原寸の方は OK ですね。これを元にここに書いていくと。これのまず方向は線方向こっち向きになってます。なので板目使いになります。こうですね。こういう風になります。で、どっちを裏にしてどっちを上にするかっていう話なんですが、基本は木裏が上になります。木表が下になるという感じですね。なのでこっちですね。こっちが上になります。次に芯を書きます。3.5かな。はい。これ芯を書きます。で芯を、3方じゃあ4方回します。
芯を回しました。でここがまず上刃なので、刃の幅ですね。刃の幅が、31ミリです。なので、ここのクリアですね。この刃が入っていくところの、クリアの部分が必要になるので、31のところ両方1ミリずつクリアで、33ミリにしたいと思います。33ミリなので、16.5ですね。はい。で、そこから、ここの部分ですね。この内側に入るこれ4ミリずつ中に入れます。はい。で次に原寸で取る寸法、これですね。このカンナくずが出てくる65度が上がっていったところの墨、これが前から 2.5 ぐらいかな、2ミリちょっとなんですね。前がこっちなので、前から 2.1 ぐらいですかね。はい。でこれを引きます。はい。で次に、ここですね。この、刃口の、こっぱ返しと、65度のカンナくずが出るところの交わったところ、この墨をまっすぐ上に立ち上げます。これ見えてこないんですけど、表上見えてこないんですけど、中で出っ張ってくる墨なので、これ彫るときに必要になります。補助線ですね。この墨と、あともう一個、この刃の下ですね。刃口じゃなくて刃の厚みのところの墨、これもまっすぐ立ち上げます。はい。でこれがそれぞれ、11ミリと14か。14ですね。はい。でその墨も書きます。前から11ミリと14ミリですね。11ミリと14ミリ。でこれはまっすぐ、ここはまっすぐ彫っても大丈夫よという、大丈夫ですよという墨になります。はい。で前側は何もしないので、次裏の方ですね。こっち側の面をつけます。ここは刃の厚み分だけつけるって感じですね。刃の幅か、刃の幅ですね。で、下ば上からいくか。上から4ミリかな。4.5 ミリぐらいですね。上から 4.5 いったところから 4.5 ミリいったところですね。はい。はい。で裏に行きます。で裏もまず刃の幅ですね。まず、
33なので 16.5 ずつの墨と、それから3ミリじゃない4ミリ中に入った、それぞれ4ミリずつ中に入れた墨を引きます。でこっちが前なのでまず刃口が10ミリ、刃口が10ミリ、まあいいのか。こっちが前で、前から10ミリいったところが刃口のラインです。で、11ミリと14ミリですね。これも前から10ミリと11ミリと14ミリ。で、前の10ミリが刃口のラインで、11ミリが、65度と、刃口の71度の交わったところです。で、14ミリって言ってるのが刃の厚みのところの数になります。で、彫ってもいいところというのは、この11ミリから14ミリの間と、刃の厚み分中に入った4ミリずつ中に入った部分、ここはまっすぐ穴を開けても、何もないところですね。ここは何もないスペースになります。はい。墨付きは以上になります。気をつけていただきたいポイントは、このまず原寸書いて書きますっていうところと、あと本当この刃口のこっぱ返しと65度の部分、これが表で見えているものよりも内側に入ってくるんですよね。なのでこれが角度を間違えたりとかするとこれがなくなってしまうと言いますか、はい、ということになるので、そこを気をつけてください。で、こんな感じですね。はい、これで墨付けの方はできました。ではまた次回、穴掘りの方をやりたいと思います。